が大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回も9月に出たばっかりの新商品を紹介していきます。今回もすごく人気が出てすぐに品切れになるんじゃないかなと想像しています。この間サスティナというテレビのオンエアがありまして、私ちょっと出てたんですけども、見たよってコメントをくださった方ありがとうございました。貴重な経験をさせていただきましてありがとうございます。というわけで早速行ってみましょう。今回大注目の新商品がこちらです。開店と同時に一目散にゲットしました。こちらは何かと言いますと、マガジンファイルでして、おしゃれな本立てですね。スチール製でかなりしっかりしていまして、とてもスタイリッシュなデザインとなっています。なんでこれがそんなに人気が出ると思うかというと、前回こちらのベージュ色がめちゃくちゃバズったんですよ。で瞬く間に世の中から消えてしまったんですね。なので今回のホワイトもすごく人気が出るんじゃないかなと思います。前回買えなかったって方がねいっぱいいらっしゃるので、はい、こちら左にあるのが前回のベージュの色です。大きさデザインは同じに見えますね。実際に本を立ててみた様子がこちらです。白もいいですね。白だからこそいろんな合わせ方ができそうだなと思いました。こういうニュートラルなカラーと合わせてももちろんいいですし、白なのでポップな色合いの本とか置いても全然可愛いですし、マッチするインテリアのテイストの幅が広がったなと思いました。見た目だけじゃなくて結構機能的でして、ほんとしっかりしているので、薄い本とかノートとかでも安定します。あとまな板とか立ててる方もいらっしゃいましたね。後ろ側に置くと見えなくなるので、常にそばに置いておきたいけど丸見えにはしたくない、そんな本を置いておくのにすごく重宝します。処方されたお薬とかもそこに置いとくとパッと取れる、でも丸見えにはならないみたいな感じですごく便利です。これは本当に最新情報なので、まだ入荷されてない国とかあると思います。店舗ごとの入荷予定日はオンラインサイトから確認できます。私の経験上入荷予定日結構コロコロ変わるので、本当に逃したくない人はこまめにチェックしてください。今チャットで他店舗から購入ができなくなっちゃったんですよね。その代わり違ったサービスが始まったので、その件は動画の後半でご紹介します。IKEA の睡眠に関するイベントに参加してきました。そこで睡眠に関するトークセッションがありまして、睡眠のエキスパート枝川教授から睡眠の寝姿勢についてアドバイスがあったのでシェアしたいと思います。マットレスとか枕ってたくさんあって何を選べばいいかわからないじゃないですか。試してみるしかないんですけど、その時の一つの指標となることが、立った状態でそのままパタンと寝たのが一番いい寝姿勢ということでした。なので転んだ時に立っている時と同じような姿勢が取れてるかどうかをポイントに確認してみるといいそうです。とはいえどれを試せばいいかわからんって思うので、結構 IKEA の方とかフォロワーさんからも教えていただいたんですけど、今おすすめはこちらのマットレスだそうです。しかも最近こちら価格改定で値下がりしたそうです。試してみないとわからない世界ですからね。こちらとこちらの隣にあるこちらもおすすめというふうに教えていただきました。ただ注意点がありまして、 IKEA のマットレスは200センチの長さのものが多いです。日本とかアメリカだとベッドのサイズが違いますのでご注意ください。なので IKEA でベッドも買わないといけなくなるんですよね。寝姿勢の話に戻りますけども、枕を選ぶ際も同じで、できるだけ立ってる時と同じ姿勢のような首の形になるのが理想ということでした。だから高すぎて首が前に出たりしてるのはあんまり良くないんですね。実際に頭を乗せてみて、今首がまっすぐだなとか、頭がすごい前に出ちゃってるなとか、そういう視点で選ぶといいみたいです。 IKEA 本当に枕種類めちゃくちゃあるんで、いろいろ試してみるのも楽しいと思います。うつ伏せ用とかもあるんですよね。面白いです。はい、また新商品の紹介に戻ります。こちらはですね、思わず衝動買いしてしまった電球です。実物見たらすっごく可愛くて、
ちょっとドーナツみたいな、ちょっと真ん中がへこんだくぼんだ形になってる電球なんですよね。シンプルにぶら下げててもすごく可愛かったので、これは使ってみたいなと思って購入しました。明るさは表記の通り120ルーメンなので、眩しさのない優しい光となっています。いや、めちゃくちゃ可愛くないですか。このフロストガラスっていうんですかね、とても素敵です。どこにつけたら可愛いかなって試しながらちょっと撮影しています。こちらのアッキャというランプベースは大きさが合わなくて入りませんでした。寝室の枕元にこんな風に電球をつってるんですけども、こちらも IKEA の電球ですごい可愛くてお気に入りです。ここにつけてみました。やっぱつるだけで可愛いですね。この何とも言えない形がもういいです、本当に。はい、でこちらのランプベースに今度は設置してみます。こちらも IKEA で売っているランプベースで999円で売っています。シンプルですよね。ベースがマットな質感なのですごく合っているなと思いました。これもあり。真ん中のくぼんだ形状が見えて可愛いですね。次はまたコードセットにくっつけて天井から吊ってみました。こちらのコードセットは Amazon で購入したものです。ミニマルな雰囲気がいいですね。もうちょっと下にぶら下げた方がバランスが取れて可愛かったです。インスタのストーリーズに投稿したらすごく可愛いですってたくさんコメントもらいました。あとはもう無限に広がるんですけどこちらはキャンドルホルダー、今はねもう販売終わっちゃってるかもしれないんですけど、多分にただポイント乗せてみました。ちょっとコードが後ろからピロンとはしてしまうんですけども、壁に向けておけばいいかなと思いました。こちらも横にあるディサっていうIKEA のランプと兄弟みたいになって可愛いですよね。でこちらは IKEA のキッチンツールを立てるスタンドなんですけども、こちらは筒状になっていてコードを下から通せました。でちょっとだけゴムのシールっていうんですかね、100均で売ってるこのシリコンクッションゴムを下に3箇所ほど貼りまして、ちょっと浮かせています。こんな風に筒状になっています。で上から電気を乗せてみました。なんか無限に広がりますよね。楽しいです。何に置いたら可愛いかなって考えるのもすごく楽しいなと思いました。で新商品の場合はすぐに売り切れてしまうことがよくあるんですね。こちらの電球ですと、例えば在庫数項北は残り12とか確認できますので、事前にチェックしてからお店行くのがおすすめです。とはいえ週末IKEA行くけどそれまで残ってるか不安ですっていう方もいらっしゃると思うんですけど、そういう方におすすめなサービスがありまして、店舗受け取りサービスがあります。それがこの9月からかな、無料になりました。なので店舗行く予定がある方は事前にオンラインですぐにお金を払う必要があるんですけども、店舗受け取りサービスを利用すると送料もかからずに確実に購入することができるのでおすすめです。で私実際にこのサービスを利用してみました。とっても簡単で、受け取り場所が1階なので2階のね奥地まで行く必要ないですしそんな歩かずにねすぐに受け取れてすごく便利だなと思いました。もう急いでる時とかにもすごくいいと思います。もう私が行った時は全然並ばずにスッと行ってスッと受け取れました。私が見た時はその翌日からでしたけど、ちょっとねいつの注文がいつから受け取れるかとか細かいところはちょっと分かんないです。ましたこの時初めて新三郷店に行ったんですけども、ルームセットがすごく可愛かったですね。どうですか？なんか他の店舗よりすっきりしてる印象がありました。なんか物が少なめっていうか、はい、ちょっとすっきりしたインテリアなのかなと思いました。結構こう物が少なめのご家庭が多いのでしょうか。新三郷は埼玉県ですかね。はい、白とかベージュとかのカラーのインテリアが多くて私は好みだなと思いました。でこちらのルームセットもすごく可愛くて、
このねランプの使い方とかもすごく参考になるなと思いましたね。リビング収納にエーゲトを並べるのも参考になりますね。ちょっとブラックが差し色なのも素敵ですよね。でこちらのルームセットもすっごく好きでした。こちらのソファーすごい今注目されてるソファーで、モジュールソファーになってて好きな組み合わせができるソファーになっています。こんな風に L 字に置いたりですとか、こちら側にはですねこんな風に何て言うんですか、背中合わせに置いたりしてて面白いなと思いました。あとレストランに電源があってすごくいいなと思いました。港北はね電源コンセントないんですよね。めっちゃ仕事してる人いましたね。港北にもぜひお願いしたいですね。ではキッチン用品の新商品を見ていきましょう。怖いですね。こちらは丼が出ていました。丼ボウルですね。おうどんに良さそうですね。人気のグラデリグシリーズです。グラデリグシリーズで揃えてる方いかがでしょうか。いやあれはちょっと買ってしまうかもな。はい、こちらはスタンドです。ターコイズカラーがすごく可愛いですね。でこのね支柱のところがさりげなくウッドなのもとても可愛いです。これ何置きます？可愛いですよね。全然支柱1本ですけどグラグラせずに安定した作りになってました。この隣に映ってますサービングスタンドが今月特価になっていまして、私これ大好きなんですけど、こちらの推しポイントは使わない時畳んでおけるってことなんですよね。ちょっとお菓子を並べるだけでもすごい高さが出て映えるのでおすすめです。あと面白い新商品が出てました。こちらワインの栓だそうです。ちょっと私ワインを飲まないのでわからないんですけれども、途中で蓋したいなっていうあるんでしょうかね。そういうシチュエーションが可愛らしい参考セットでした。可愛いキッチンツールがたくさん出てまして、安心と信頼のバルダーゲンシリーズなんですけども、手の持ち手がですねウッドになってまして、すごい可愛いです。こちらは手棒ですよね。麺を切るやつ。ちょっと野菜を茹でるのにも使えそうですね。このシリーズめっちゃ可愛いんですけどね、ちょっと食洗機がダメなので、木なのでね、それが注意が必要です。こちらはリンドビンシリーズのミラーなんですけども、ミニサイズが出ておりました。何種類か出るみたいなんですけど、私が見れたのはブラックのみです。小さめの玄関ですとかおトイレなんかにも良さそうなサイズですね。安いですね。4000円です。9月の15日は IKEA 港北店に行ったんですけども、お店の誕生日ということでたくさんイベントをやっていました。店舗の誕生日はいろいろお得なことがありますので、皆さんもぜひ店舗の誕生日はチェックしてください。次回も購入品まだまだありますので、新商品を中心に紹介していきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまたすぐ次の動画でお会いしましょう。